ここに 600cc のミルクを加えます。そして残っておりますが大好きなのでこれを食べてみます。オーブンを180度に予熱します。これはデーツのシロップです。これが 25g。 次はこの卵2個とお砂糖とデーツのシロップと、これはシュクルバニーネ、こういうものがあるんですが、バニラの風味付けがされたお砂糖ですね。これが手に入らなければ普通にバニラのエッセンス、バニラのオイルなどを使ってもいいと思います。しっかり泡立てたらそしてこれを型に入れて、焼き時間は型の形にもよるらしいんですけど、高さのある型の時は、40分弱ぐらい焼いた方がいいそうなんですけど、こういう平たいタイプだと30分ぐらいで大丈夫だそうです。そして次は後片付けです。ここがサンタンヌ通りで、日本食レストランや日本の食材屋さんや韓国の食材屋さんなんかがたくさんある通りです。ここは大人気のビッグママ系列のお店の一つです。ここがバスへの奥に見えるイラストが面白いんですが、タンタンがちょっと怪しげな感じのイラストがあります。
そしてここを逆側に向くとモントルグイユの通りがあります。最近パリはこのカフェの入り口とかにお花を飾ってあるのがどうもブームなようで、マクドナルドなんですが、ここも黄色いお花が飾ってあります。リュー・ド・モントグイユの中にちょっと入ったところなんですが、行ってみたいカフェがあるので、そこにまず行ってみたいと思います。ここは本当に道の両側に美味しそうなお店がたくさん並んでいる通りです。結構お店が変わります。ここはこんなお店あったかな。ピザ屋さんにサンドイッチ屋さんとコーランドアクセサリー屋さん。ここは前文房具屋さんだったんですが、なんか今おしゃれなケーキ屋さんに変わってますね。かわいい。私が行きたいカフェはこっちです。開いてるかな。今日月曜日なので閉まっているお店が結構あるから、このカフェでどうやらうちの好みではないよね。このカフェに行くんならお前が一人で行けと言ってます。おしゃれ。うちの夫はこういうおしゃれなカフェが大嫌いです。とりあえず夫が行きたがっているカフェに行くことにしました。それはそのリュー・ド・モントグイユの中にあります。本当に普通のおしゃれでもなんでもないカフェで、こういうカフェが本当のカフェだと言って好きなようなので、とりあえずお付き合いだけしています。Ici? Ouais, on peut se mettre là, ouais. Ici? ここです。Moi, ils mettent juste pour le transport, pour la... Oui, parce que t'as pas de chômage. このゼフリーカーンへ行ってみます。
タートピスタッシュ、タートフランボワーズ。ちょっと大きいからこれは買えないけど、この小さい方は何があるかな。美味しそう。エクレアショコラ、エクレアバニー。Sinon, j'ai pas encore décidé. Pain au chocolat peut-être. Ouais. Tu veux un pain au chocolat, ouais. Justement, en fait, on est que dans les boîtes. C'est litchi gros. Est-ce que vous voulez beaucoup de jus? Un petit peu. Comme ça? Merci beaucoup. Merci. Au revoir. 買いました。実は私と夫はこの通りにあるカフェで初めて出会いました。で、今からそこへ行ってみようと思います。まだカフェがあるのかどうかちょっとわからないんですが、どこだろう。Tu te souviens, c'était où? Ah, ici? Non?そのカフェは、多分この果物屋さんの前って言われたから、石ここだそうです。なんかその当時とは随分感じが変わっちゃってるんですが、ここだそうです。もう15年ぐらい前かな。ここで初めて夫と待ち合わせをして初めてのデートをしたところです。思い出の場所でちょっと一杯飲もうかということになったので、ici làよいしょ。5 heures de... Non, 7 heures. Mais le qui m'a arrivé en moi, c'est bien sympathique. 今回は夫と一緒に出かけたサンチエ界隈の様子を撮影したんですが、夫とよく散歩に出かけていたのはレパブリックからマレー地区を通ってホテル・ド・ヴィルへ行く道のりですとか、それと今回のオペラ座サンチエ辺りだったんですね。今はあまり私も、夫も忙しくなってしまったので散歩に一緒に行くことはなくなったんですが、じゃあ日本食材を買いに行くついでに行ってみようかということになって行ってきた様子を撮影しました。でなので私は大きいエコバッグを持ってるんですが、あれは途中の日本食のお店で買った大切な日本食が入ってました。サンチエなんですが、動画の中でも少し話してるんですが、私と夫が初めて顔を合わせた場所がサンチエのモントグイユの中のカフェでした。動画の中で私は確か15年前ぐらいと言ってたんですが、よく考えたらもうすでに18年前でした。パリのレストランやカフェはすぐオーナーが変わってしまって、もう全く別なお店になったりすることがしょっちゅうなので、18年前だったら当然変わっていて、そのカフェもすっかり変わってしまっていました。なのでなかなかどのカフェだったかなと見つけられなかったんですが、夫と待ち合わせをした時に夫に言われた
果物屋さんの前のカフェっていうことを覚えていたので、その果物屋さんがあったから、そうここだったと思い出した感じでした。でその時実は私はパリに半年間だけの語学留学に来ていて、言語交換のパートナーを探していました。でうちの夫はその時に京都に半年間住むために行く予定があったので、日本語の言語交換の相手を探していて、それでお互いに語学交換の相手を探せるインターネットのサイトで連絡を取り合って、そしてある日じゃあお互いに会いましょうということになった、そのカフェがサンチエでした。その当時私はもうギリギリの予算でパリに来ていたので、携帯電話が持てませんでした。それですごく安い中古の携帯を見つけて、その当時持参してったんですが、バッテリーがもうすでにダメになりつつあった携帯で、外に出て一度うまくいって2度使えればもうそれでおしまいになるような携帯でした。でその待ち合わせの場所なんですが、インターネットも使えない状態でしたので、そこがどこかも調べることができずに、サンチエの駅のそばっていうことだけを聞いていたので、ぐるぐる回って本当に歩き回ったんですが全く分からなくて、で一度しか使えなさそうな携帯なので、よしじゃあ今使って場所聞こうと思って電話をしましたら、モントルグイユ商店街の中の果物屋さんの前のカフェだと言われました。それでも自分がいるところがモントルグイユ商店街かどうかもわからないで、とりあえず歩き回っていたんですが、やはりわからなくて、もうこれは諦めて今回はなかったことにしようと思って、ダメ元でもう一度携帯にかけてみました。2度目はもう切れてしまってダメになるのがたまたま本当にうまくつながって、ごめんなさい私本当にわからないんですけどと言っていたら、たまたま私そのカフェの前あたりに来ていたらしくて、夫がテラス席から「もしかして君は緑色のコートを着て今電話してますか?」と言われて、そうしましたら私本当にそのテラスの目の前にいて話をしてました。本当に偶然2回それだけ長く話せて、それもたまたまそのカフェの前まで私は来れていたということもあって、どうにか夫と出会えることができました。それがサンチエのカフェでした。今思えばその携帯が2度ちゃんとつながったのは良かったのか悪かったのかよくわからないんですが、良かったということにしておきます。そして後思い出のカフェのテラスに2人で座って一杯飲んできたんですが、さすがにもう18年前のような胸がキュッとなった甘酸っぱい感情はちっとも思い出せませんでした。いつものように一杯飲んで口喧嘩もちょっとしながら帰ってきました。時間が経つのは本当に早いですね。今ここにあるソースなんですが、こちらがカラメルソース、そしてこちらがメープルシロップです。まずメープルシロップを試してみます。ちょっと中心がもう少し焼いてもよかったかなという感じです。レシピにはあまり高さのない方の場合は30分で十分って書いてあったんですが、これは全然高さがないタイプの方ですけれど、結局私は45分焼きました。それでもこの中心が少し固まりきれてない感じなので、50分焼いた方が良かったかなという感じです。
焼いてる時の香りがカスタードプリンとバニラの香りで本当にいい香りが部屋に漂ってました。いただきます。美味しい。これブリオッシュが使ってあるからかもしれないんですが、ブリオッシュのバターの香りとカスタードプディングの香り、うまくミックスされてる感じで美味しいです。次はキャラメルソースで試してみます。キャラメルソースも美味しい。どっちも美味しい。これ少しホイップした生クリームを添えてももちろん美味しいと思います。甘さがかなり控えめなので、その分このソースで甘さを調節する感じです。なのでケーキというよりは本当に美味しい朝ごはんになりそうです。これは止まらない感じです。美味しい。やっぱりたっぷりカラメルソースが好きかも。次の動画も楽しみにお待ちになっててくださいね。